どうもこんにちは、ランパパでございます。本日はですね、野辺山ウルトラマラソンの振り返りということでね、ちょっとゆるくと話をしていきたいかなと思っております。話のテーマはですね、野辺山ウルトラマラソンに向けて、暑さ対策であるとか、あと胃腸のトラブルのね対策であるとか、そういうことをねいくつかやってきていて、そこの部分をねレースレポートでは特に、話せなかったので、ちょっと今日はそのことについてね話をしていこうかなと思っております。で早速ですけれども、暑さ対策の方について、ご紹介をしようと思うんですけれども、こちら、これスポンジです。これはですねダイソーに売っていたんですけれども、超吸収スポンジというすごく水を吸収するスポンジになっています。でこれをどう使うかっていうと、レース動画でも少し流しているんですけれども、これに水を含ませて、手に持って走ると、それがメインです。手ってすごく血がたくさん流れていますので、こうね手に持っているだけでも体のね冷却の効果があるんじゃないかなと思って実際にやってみたんですけれども、これねすごく効果があったと思います。当日はそこまでね日が出てなかったのですごく暑く感じることはなかったんですけれども、それでもロードを走ってる時なんかはそれなりに暑かったので、これをね持っていることでねすごく暑さをしのぐことができました。これのもう一つの使い方が、手とかね顔とか首とかがね熱く感じることあると思うんですけれども、そういう時にこう撫でるように当てるとこのスポンジに入っている水がね当てたところにつくので、それでね冷却の効果がねあるので、すごくね涼しく感じることができます。このスポンジすごくギュッと握らない限りは水がボタボタ落ちて水分がなくなるっていうことはないので、ウルトラマラソンなんかだとエイド間でこのスポンジの水が完全になくなるっていうことは多分ないんじゃないかなと思います。これ1個でね 200ml 吸収できるというので、結構多くの水分を吸収できますよね。一応レースでは2つ持っていったんですけれども、今回はね1個しか使わなかったんですけど、本当に暑ければ2つ両手に持って走ればねもっと、冷却効果が高いんじゃないかなと思いますね。でこのスポンジの弱点としては、両手が塞がっちゃうということぐらいですかね。エイドとかで何か飲んだり食べたりしたい時に、これ持ってるとちょっと邪魔だなっていう感じる時はありました。なので私は一応これエイドについたら絞ってビニール袋に入れて、ました。でエイドを行っている時にビニール袋に水を入れて、水をこれに含ませてまた出発すると、そういう感じで使ってましたね。はい、一つがこのスポンジでした。ここからは胃腸のトラブルに対しての対策について行ったことについてちょっと紹介をしようと思います。一つがですね、お腹のマッサージですね。レース中にですね胃腸のトラブルが発生しだすとですね、このね胃のあたりを触るとすごいね硬いということがね分かったんですよね。多分内臓に血があんまり行き渡ってなくてどんどん硬くなっているんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのをね少しでも解消するために、胃腸トラブルが発生しだしたらこうお腹のみぞおちからおへそのあたり、このあたりをこうくるくる、あんまり強くやらないでマッサージすると、そういったことをですねかなりやってました。これをやるとこうなんでしょうか、こうお腹の中からこう込み上げてくるようなものがですねスーッと収まる感じがするんですよね。本当一時的なんですけど、それだけでだいぶこう気分が良くなるので、これをですね気持ちが悪くなってきたらですねやっていました。
なのでこれはですねだんだん効果がなくなってはくるんですけれども、最初のうちはですね結構効果があるので、同じように胃腸トラブルになりそうになったらですねやっていただくというのはねいいかなと思いますね。これはね今後も胃腸トラブルは起きないのが一番いいんですけど、起きた時はこれは引き続きやっていこうかなと思います。で2つ目なんですけれども、こちらの腹巻きです。これ、モンベルのウエストウォーマーという商品なんですけれども、これをレース中、お腹の方に巻いて走ってました。お腹が冷えたりとか、先ほどお腹が硬くなってるって言ったんですけれども、温めることで少しでも柔らかくなるんじゃないかなというふうに考えて、お腹を冷やさないような対策ということで、こういうねちょっとかなり薄手の腹巻きなんですけれども、これをですね、私はしていました。効果があったかっていうと、結果的に胃腸トラブル発生しちゃったので、完全に対策できたかというとできてないんですけれども、程度としてはですね軽かったので、少なからず効果はあったんじゃないかなと私は思いますね。これもね引き続き私は使っていこうかなと思っています。で3つ目はですね温かい飲み物ですね。温かい飲み物を飲んで胃を温めるということなんですけれども、私そのために今回はこれ 150ml なんですけれども、こういう小さな魔法瓶を持っていきました。でこれザックの中に、温かい飲み物を入れて、入れといたんですけれども、野辺山ウルトラマラソンってエイドにですねお湯がちゃんとあるんですよ。で私それを初めて今回知りまして、今までお湯とか目にもくれなかったので全然、認識なかったんですけれども、ちゃんとエイドにお湯と、あとはコーヒーの素とかカフェオレとか抹茶オレとかそういったものが用意されていて、あとは普通のお茶もあったかな、そういうのがちゃんと用意されてて、レースレポートでねもう流してますけど、抹茶オレをそのお湯を入れて作って飲んだりということをねしてましたね。温かい飲み物を飲むと一時的ですけれども胃腸の動きはね改善したような感じがしました。で最後なんですけれども、これはトラブルの対策というよりは、トラブルが起きてしまってもう何も飲み食いができないとかそういった状態になった時用のものなんですけれども、こういう飲み物を作る粉末です。私胃腸トラブルが起きると真っ先にですね真水がですね飲めなくなるんですよ。で真水が飲めなくなって、その後にスポーツドリンクが飲めなくなるっていうような感じになるんですけれども、スポーツドリンクが飲めなくなった後も別のレースなんですけれども、ミルクティーが飲めたっていうようなことがあったんですよね。そういったものを自分で作れるようにということで、こういうね飲み物を作るための素をね何種類か持っていきました。カフェオレとか、あとはちょっとミルクティーがねなかったんですけれども、こういうレモネードとか、これは金柑油ですね。こういった、飲み物が作れる素ですね。こういったものを持っていきました。で今回こういった対策はしたんですけれども、結果的に胃腸トラブルは進行して、結果的にうまく走れずにリタイアをしたんですけれども、今回このような対策をしてきた効果っていうのはどっちかというとレース後にあって、これまでレース後っていうのはですね本当に辛くって、レース後も嘔吐したりとかですね、飲んだり食べたりできないんですよ、レース後も。でその日の夜ご飯は食べれません、飲み物も飲めません。なのでレースが終わってから次の日まで何も飲まず食わずで私寝るんですよね。もう気持ち悪いから寝てしまった方が早いっていう感じで、ようやく次の日の朝になって少しだけ改善して、水は飲めないんですけどちょっとお茶を飲んだりとか、あと
お茶漬けを食べたりとかですね、そういったことができるようになって、少しずつ胃腸が回復してくるっていう感じなんですよね。ただ今回はですね、それがですねすごく軽くて、何かというと、レース後にですね食事にですね一緒に来ている仲間と行くんですけど、いつもはね全然食べれないんですけど、今年はお茶漬けが食べれました、レース後で。その後も嘔吐することもないですし、その日の夜ご飯は普通にですね食べれたので、こういう対策を行ってきたことで胃腸トラブルの悪化が防げたっていうのはですね、すごく成果として大きいんじゃないかなと思いました。はい、ということでですね、今年の野辺山に向けて、やってきたこと、やってどうだったかということについてね、お話をしてきました。ただ根本的に胃腸トラブルが改善されたということはねないので、今後もちょっといろいろと対策考えていきたいと思っています。今後ちょっと取り組んでいこうと思っているのは、対策というよりは、そもそも数年前まではこんなこと発生してなかったので、ここ数年間とそれより前で何かしら変化があったんじゃないかなということでね、私人間ドック毎年受けていて、これまでのね記録全部保存しているので、そのデータから何かしら読み取れることがないかなということもねちょっと考えているところです。はい、何かしら変化があったらね動画でもお伝えしていきたいと思います。で、次のレースなんですけれども、しばらくねレースは出ない予定です。というのはですね、レース動画でもちょっと言ったんですけれども、膝の方がねあまり調子がよろしくなくて、医者に見てもらったところですね、膝に水が溜まってるっていうふうに言われまして、ランニングを控えて水を自然にね水が抜けるのを待って完治するっていうことをですね、まず優先してやろうと思っているので、しばらくはですねちょっとランニングを多分6月いっぱいぐらいはですね全くほとんど走ることなく過ごそうと思っているので、もし大会に出るんでしたら早くても10月とか11月かなというふうに思っています。で、こういうことが分かる前にもう一つエントリーしているのがあるんですけれども、12月1日にですね開催される湘南国際マラソンにですね出場したいと思っています。本当ね、フルマラソンはですね、実は何年ぶりだろう、7、8年ぶりになります。今どのくらいで走れるんだろうっていうとかね、そういったのをねちょっと確かめるっていうね意味もあって、エントリーをしてみました。先ほど言った膝のね調子にもよるかもしれないんですけれども、できるだけね走れるようにねしていきたいと思っています。はい、ではね、本日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングのログをですねストラバに公開しております。概要欄にねリンクの方を貼っていますので、そちらの方もぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。